こんにちは、大輔です。本日は海外渡航の実話についてお話をする回になります。視聴者のマカさんという方よりですね、とても詳細なレポートをいただいていまして、中にはね、生々しいストーリーもあるということで、できるだけですね、この方にいただいたお話を崩さずに渡航のリアルな状況を皆さんにお届けできればと思います。渡航をされたのはね、11月ということでして、旅の経路は成田発インチョン経由のラオスの首都ビエンチャンへのフライトということです。そこで起こった出来事、我々の身にもね、降りかかりそうなものばかりでした。本日のラインナップはこちらです。帰国させられそうになったお話、入国時の PCR 検査、入国審査について、自主隔離のホテルのお話、あとはね、バスの中で一悶着あったみたいですね。そしてホテル選びと到着した時の様子ということで、最後にですね、経験から学んだこととして、ニューノーマルな旅ではですね、このアイテムは絶対持っていった方がいいよというね、めちゃくちゃ参考になるアドバイスもありますので、ぜひ最後までご覧ください。繰り返しになるんですが、リアルな状況でとても細かくレポートをいただいてます。マカさん、本当にありがとうございます。皆さんがこれから海外へ行った時、高い確率で遭遇するであろう苦労話ですとかリスクについて知ることができる内容でして、そういう知識をですね、今のうちに勉強しておきたいなという方は特に最後までこのお話を聞く価値があるんじゃないかと思うわけです。僕自身もですね、ここまできちんとしたレポートを見たのは初めてでしたので、僕の口を通してね、お話をしていくのが楽しみなんですよね。本チャンネルでは皆さんのこれからの海外渡航を手助けする情報をお届けしてまいります。踏んだり蹴ったりの2020年にうんざりな方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。それでは本題に入ってまいります。報告をいただいたマカさんという方なんですけどね、旅の経路は成田発インチョン経由のラオス行きということで、最後はね、首都のビエンチャンへのフライトということで、11月の初旬に実際に渡航をされたお話です。こちらの方からは2回に分けてメッセージをいただいておりました。1回目は成田からインチョンへのね、フライトを終えた後にトランジットの待ちの時にですね、韓国の中からメッセージをいただいたんですね。そして2回目のメッセージはですね、ラオスの首都ビエンチャンへ到着した後にいただいたものになります。まずはじめに1通目にね、いただいたメッセージご紹介をしてまいります。大輔さんご報告です。ビエンチャンへのトランジットでインチョン国際空港韓国に来ました。かいつまんだご報告をします。国内で受けた PCR 検査が痛い。ビジネストラックですが、ラオス入国時にも PCR 検査があるので苦痛だというふうにね、おっしゃってました。成田空港はガラガラということで、新宿からのね、直行の電車は封鎖されていたようです。トランジットホテルは早く抑えないといけないんですが、アゴダやホテルズ .com でインチョン国際空港のトランジットホテルを予約した人はターミナルが違うので、たくさんの方が返金を受けられずに大量のクレームが現場で起きていました。インチョン国際空港からワッタイ空港まではチケットが発行されませんので、トランジットする場合には預け荷物は現金でした。シャトルでインチョン国際空港からラオスを予約した人は預け荷物を成田でしてしまった場合、韓国に一旦入国しなければならなくなります。しかし韓国入国には韓国特別の PCR 検査証明が必要なのでトラブルになっていました。コロナ禍で荷物を預けるのは致命的ですので、機内持ち込みで行くべきです。参考になりますね。パスポートの有効期限が3ヶ月未満の日本人は韓国入国できず困っている様子でした。これはコロナ禍ならではですが、乗客は話しかけ合っていろんな情報交換をして渡航先に向かっています。ビジネストラック、レジデンストラックなので、現地の重役の方と多く友達になれたのが数少ないコロナ禍渡航ならではの雰囲気です。以上です。またラオス到着後の14日間隔離の時に報告させてください。
ということで、1通目からしてですね、とても丁寧なメッセージをいただきました。そして事件はこの後に起きるわけなんですよ。ここからはね、2通目のメッセージになりますけども、マカさんからはね、時系列に沿ってですね、コメントをいただいておりますので、もうそのまま読み上げていきたいと思います。無事にラオスの首都ビエンチャンで14日間の自己隔離生活をスタートさせました。韓国のトランジットからラオスのホテルに至って経験したことを忘れる前に報告いたします。帰国させられそうになったお話。インチョン国際空港からラオスへのフライトチケットはチャーター便でラオス空港に直接 Facebook から問い合わせて予約しました。この場合、チケットはあらかじめ成田空港では発見されませんので、トランジット先の韓国の空港内の出発ゲートで陰性証明や入国証明書を審査されてから発見されます。フライトが出発前のね、準備の段階で購入できないっていうのは不安ですよね。実はこの時点で突然、あなたはこのフライトには乗れない。ラオスの入国審査の基準では有効期限が6ヶ月未満のパスポートでは入国できないからと言われて気が動転しました。コロナ禍でいつ渡航できるのかわからない状態だったので、あらかじめパスポートの有効期限に意識を向けることができなくなっていました。PCR から準備して空港券も前払いしてラオスのホテルも予約していたので、全てが無駄になるのかと思うと頭が真っ白でした。いやー、これは恐ろしいですよね。特に今の時期、入国条件っていうのはもう厳しめになってますから、まあ普通ね、こういった条件未達の場合はね、もう日本にそのまま送り返されるっていうことになりかねませんからね。これどうなっちゃうんでしょう。韓国のトランジットホテルで宿泊した際に台湾人、ラオス人、日本人で6名ほど友達ができ LINE グループを作って随時情報交換ができる仲間ができました。これが非常に助かりホテルの場所や出発ゲートの番号などの共有がすぐに行われて今の自己隔離に至っています。その仲間たちがいろいろ訴えかけてくれて結局ラオスに入国が果たせなかったとしても訴訟は起こさないという証明書にサインをして、なんとかチケットを発券してもらえました。やっぱりね、こういう時は、この現地の様子がね、よくわかっている方についてもらってサポートを受けるっていうのが得策ってことですね。トランジットの最中に頼れる仲間を作っておく。これがね、今後の渡航には重要なスキルになるかもしれませんね。それでも結果的にラオスに入国できなかったらさらに困ったことになるなぁと飛行機の中の5時間ずっと不安と悩みになって苦しみました。確かにですね、チケットの発行はまだ序盤でしかないわけでして、本番はその入国審査のね、入国審査官にかかってるわけですから、いやー、これはハラハラさせられますよ。ラオスへの入国機内及び空港のスタッフは全員が白色の防護服で韓国とは打って変わった厳格な雰囲気で緊張しました。機内で出された食事はパンが3つでしたが意外と美味しかったです。いいですね。機内食のパン、ハラハラする中でもね、ほっこりしたストーリーいただきました。ラオスのワッタイ空港の到着後は、まず陰性証明書の提出と合わせて健康状態の問診を記入して提出します。これで30分ぐらいでしょうか。そこから PCR 検査でさらに30分です。私は国内の PCR 検査については大輔さんの動画を参考にして浜松町の T ケアセンターを利用しました。費用は25,000円以下でした。皆さん、ぜひ、こちらの動画はご覧になっておいてください。このね、マカさんという方は、他のね、高額なところと比較すると、1万円から、大きいところだとね、もう25,000円ぐらいの価格が浮いたということになりますので、ぜひね、ご覧ください。念のため、韓国用の証明書も予備で発行してもらい、2枚の陰性証明を準備しておきました。ただ、この国内検査がすごく痛くて、終わった後、泣いてしまいました。検査する人によってはね、この鼻の奥のすりつけ度合いに強弱があるのかもしれませんよね。だからこれは渡航される方はね、これから海外へ行かれる方はある程度覚悟していく必要があるのかもしれません。その経験があったので、強々としていたワッタイ空港の PCR はパーティションで4つほどに簡単に区切られたところに椅子だけがあって、次々鼻と口に綿棒のようなものを入れられて検査されます。検査員は小さい子供など泣き始めたり、痛がる入国者への対応はかなりソフトにしてくれる印象で、私も Please so kindly とか Softly please などとも言っていたら全然痛くないような程度でささっと済ませてくれました。ラオス人の優しさに感謝です。これは有益情報ですね。皆さん、ソフトリープリーズ。これは覚えておきましょう。
入国の審査。さて、入国審査の時、やはりトランシーバーで審査官が呼ばれて別の部屋に私だけ連れて行かれました。審査官は頭をかきむしりながら、Are you a professional?How long will you stay in? など、ポツポツと質問しながら、WhatsApp でいろいろな人に相談をしていました。次々に人がやってきて、6名ぐらいに重々しく囲まれました。この時にたまたま日本語で挨拶をしてくれた方が一生懸命に弁護をしてくれていました。これは想像を絶しますよね。これまで苦労して長い間準備をしてようやく手に入れたフライトチケットでね、ここまで来たわけですから、そこでね、自分を入国させて良いかどうかっていうのを6人に囲まれてね、打ち合わせされるわけですから、これはね、僕がその立場だったらもう泣きたい気分になりますよ。ラオ語は全然わかりませんでしたが、身振りと言葉から私の妄想通訳ですとこんなことは言ってくれていた気がします。このパスポートを提出して COVID-19 の入国審査が通ってしかもビザまでもらったんだから、この人がここまでやってきたのは仕方ない。とかね、こういうことだったんだと思います。この時、幸いしたのは、領事館でビザを発給するときに、領事と名刺交換をして、その名刺がたまたま証明書の中に紛れ入っていたということでした。大使館、領事館も認識しているんだから大丈夫だろうということで、入国の OK を一同からもらった時は涙が出そうでした。これ結構重要事項ですよ、皆さん。ニューノーマルな旅では事前にね、大使館に行ってビザの発給をしてもらうっていうケースがね、あるかと思うんですけど、この時に大使館の関係者とですね、名刺交換をしておく、ということは、これね、マカさんのケースでは命綱になっていた可能性があるということでしたので、これは見習っていきたいなと思いましたね。結果、再び入国審査カウンターに同行してもらって順番を待ち、この人は通すから的なサインがカウンターの中の審査員に送られて、すぐにスタンプを押してもらった状況です。その代わり自己隔離後は急いで日本大使館へ行かないといけないと約束をしました。いやー、この話を聞く限り、薄皮一枚でね、首の皮がつながったという表現でいいんじゃないでしょうか。マカさん、お疲れ様でした。自主隔離のホテルへ。空港のロビーに出るといつもとは違って全てのレストランや設備は閉まっています。政府が用意したバスに一同が次々乗るのですが、この時に日本円で500円ぐらいの乗車料金が求められました。私は韓国で知り合った友人たちにもらっていた現地通貨を次々と貸していったのですが、換金所が現地にないので多くの方が困っていました。その後どうなったのかわかりません。コロナの影響で営業自粛をしているのがね、飲食業だけではなくて、換金所なんかも営業ができないというのは、これ生々しいお話ですよね。通常だったらね、この到着した後に換金をした方がレートがいいという場合がほとんどなので、渡航前にあまり大金をね、換金していくってことは旅慣れた方であればあるほどやらない行為だとは思うんですけど、今後の旅に関しては、ちょっとね、ここ見直した方がいいかもしれないですね。事前に、現金そのものをね、大量に持ち歩くこと自体もあんま良くないっちゃ良くないんですけど、数日間は過ごせるぐらいの現金は、もしかしたらね、これ両替をあらかじめしていった方がいいのかもしれません。バス内での喧嘩。コロナ禍という特殊な様子を撮影したかったのか、日本人が車内を撮影したところ、急にヨーロッパ人にスマホを取り上げられて削除される、喧嘩のような場面に遭遇しました。バスの中は3密ですし、この次はどうなるのかという不安が全体にあるので、ピリピリしています。軽率な行動は気をつけた方がいいと感じました。怖いですね。このサバイバル能力がね、精神的にも求められるということなのかもしれませんよね。ホテル選びと到着。出国前に12件ほどの政府公認の隔離施設から14日間の隔離滞在先を選択して予約を入れておかねばなりませんでした。これはね、既存ホテルから一部を購入しているようなイメージということですね。私は出国前に直接電話で予約をして入国許可証をもらっていたのですが、ホテルには1日4万円の5つ星のものから3000円のブティックホテルまでピンキリでした。ここからですね、マカさんという方からのホテル選びのね、お話になっていくんですけど、まさに現地に行った方でないと体験できないようなお話になっておりますのでね、この後の話については僕もね、心して読み上げていきたいと思います。
14日間もずっと滞在する部屋ですので、できるだけ高くて部屋が広いところ、室内でも軽い運動ができるところを選択すべきかみんな悩むと思います。私はいろいろ考えて想像もしてから、下から2番目の安い値段のホテルを選択しました。この選択は結果的に正解だったことがグループチャットで他の仲間とのやり取りで分かりました。まとめますと次のようになります。金額が高いホテルは大使や外交筋などを含めて政府関係者も宿泊されるため厳格なコロナ自己隔離の形式をホテルも敷いています。例えば自室からは絶対に出てはいけない。ご飯を運んでくれる人は防護服を着ていたり、ドアを開けると誰もおらず台の上に置かれているご飯を取ったり、またセキュリティのためビールなどのアルコールの提供も制限されている。喫煙者の人が一番困るのがバルコニーがない部屋で、ホテル館内禁煙のため困っている様子でした。その一方、アジア圏に渡航経験のある方なら誰もが馴染みのあるローカルな雰囲気のブティックホテルは良くも悪くも融通を利かせてくれています。例えば私のホテルは1階のフロントに降りてきてはダメというルールがあるのみで、屋上のルーフトップはソーシャルディスタンスとマスクを着用していれば自由に出入りができます。そこで喫煙者の方はタバコを吸ったりビールを飲んだり音楽をスマホでかけながらジョギングをしたり、広々とした空間で少し観光気分が味わえています。1日2回行うはずの体温検査がなぜかお昼に1回だけしかありません。欲しいものを言うとビールを含めてホテルの人が買ってきてくれます。実費でレシートも渡されます。これを書いている矢先にホテルのスタッフが笑顔でペットボトルの水を部屋に運び入れてくれました。いいのかなと思いながら気づけば入ってきたのでどうしようもなかったです。管理が不十分だと怒られるのかもしれませんが、自粛しようとすれば当然アルコールを控えたり自室の中にいることもできるので、自己管理自己責任の上で運動不足の解消や精神的なリラックスが必要な方の場合はあえて安めのホテルを選択するのが正解かと感じています。いや、マカさんのね、この最後のまとめは素晴らしいなと思いました。自己管理、自己責任が必要だっていうのは、それが一番大事だっていうのは僕もね、本当同感だなと思いましたね。もちろんですね、国によってはこの安いホテルであったとしても、もう厳格な体制が敷かれてるなんてことももちろんね、あったりするんでしょうけども、最終的には自己管理が一番大事だという点で、理解もね、していきたいなと思います。大体以上でしょうか。個人的な体験と所感などでどれぐらい役に立つかは分かりませんが、私も貴重なコロナ禍の渡航体験となりました。以下に学びをまとめておきます。皆さん、これからお話しするこのまとめについてもめちゃくちゃ参考になることが書かれていましたので、もうそのままね、読み上げさせていただきます。経験から学んだこと、1、コロナ禍では国際的な移動が自由にできる普段とは異なって、出入国の審査形式が厳格化されています。同乗していた方はこんな風におっしゃってました。いつでも出国できるわけではないから普段よりも厳しいというコメントだったようですね。コロナの審査用書類に気を取られて基本的な出入国のルールをうっかりしてしまわないように注意が必要だと痛感しました。2、現地通貨を必ず準備する。ホテルの自己隔離中にも頻繁に使用します。3、出発する時の荷物でそのまま14日間の隔離生活をすることを覚悟して自宅で荷造りをすること。例えば歯ブラシ、カミソリ、歯磨き粉などは韓国のトランジットホテルでは全く提供されなかったほか、ラオスのホテルでも一部のホテルでは提供されていません。ラオスのスタッフによるとコロナの倒産でアメニティが手に入りづらくなっているそうです。またこれを持っていた方がいいというアイテムをリスト化してみました。これ読み上げていきますね。HDMI ケーブル、テレビで動画や映画が見れます。および Bluetooth のスピーカー、耳かき、よくある日本製のものがおすすめということです。スマホのスタンド、小さい三脚がついたもの、割り箸、本などオフラインでする仕事や取り組み、ホテルの Wi-Fi が弱いと致命的なためということですね。このあたりはね、外国だとよく発生する悩みですよね。4、自己隔離ホテルは安めのものを選ぶのもあり。5、機内やトランジットでできるだけ仲間づくりをすること。これ重要ですよね。コロナだからこそ生まれる友情みたいなものがありそうだなというふうに感じましたね。以上でしょうか。最後に大輔さんを中心にコメントを通してこのチャンネルに集まった方々同士でなんだかあったかいコミュニティが生まれつつありますね。
きっかけをくださった大輔さんに改めて感謝しています。皆さんがそれぞれの思いを持つ中、それぞれの渡航を達成されることを記念しています。いやー、マカさん、ありがとうございました。本当にね、素晴らしい文章を読ませていただいたと思います。こちらの方がですね、どういった活動をされている方で、今回のラオス入国がどんな目的であるのかっていうのはね、僕の方はこの詳細は理解はしきれていないんですが、この文章を見る限りですね、現地で何かしらですね、このマカさんにしかできないことがあったんじゃないかと思います。このね、マカさんの目的が今後遂行されて現地にいらっしゃる方もですね、それによって助けられるということがあるんじゃないかなというふうに思っております。本チャンネルで、応援させていただきたいなと思います。また何かお気づきの点がありましたら、いつでもコメントいただけると嬉しいなと思います。本日は以上です。マカさんのレポートがね、いいなと思った方、本日については特にね、皆さんのいいねをいただけると嬉しいなと思います。マカさんへのね、この拍手の意味で押していただけると嬉しいなと思います。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。